皆さんこんにちは。小松です。今回は私が使っている容器について、紹介をしたいと思いますよ。市販の塗料とか溶剤なんかは、瓶に入っていることが多く、使いづらいんですよね。ちょっとした面倒でやる気を、失ってはいけません。早速一つ目から行ってみましょう。一つ目はドロッパーボトルという名前で、販売されている容器。この容器は先端のキャップを、回すと線が移動して中の、液体が出るような構造を、しています。Amazon だと 30ml で、1本40円くらいですね。まあまあリーズナブル。いつも塗料は1瓶すべて、シンナーでエアブラシ用に希釈、この容器に入れて保管しています。各班には100均のビー玉が、安くてお得です。こいつを1個容器に入れて、使う前に振るだけ。使うときはひねって出すだけ。そのままの色で良ければエアブラシの、カップに直接入れて使います。さらに一度使うと頭の、部分に色がつくので確認用にもなりますね。毎回よく使うものは大型ボトルのもので、保管しています。サフとか毎回希釈するのめんどくさいですからね。大型瓶2本分作って、常備しています。意外と便利だったのが木工用ボンド。この辺は好みですが既存の、容器に行ったボンドってちょっと、小さすぎるか大きすぎるか、でかすぎるやつしかないんですよね。詰め替えボンドを買ってきてこれに、入れるのが小松的には今のところ一番使いやすいです。ピグメントなどの粉物にもこのタイプは使いやすく、ひっくり返した時の被害を、最小限に止められます。ただ、このような粉物を入れる場合は、直入れはしない方がいいね。横からこぼれて手が真っ黒。このままだと何が入っているかさっぱりわからないので、ラベルがあるものはラベルを貼り替えて、使っています。スクリューキャップの調整次第で出量が、調整できるので格段に、使いやすくなりますよ。タルクは瞬着効果パテと、混ぜ合わせて高粘性、高切削性を足すために、追加している粉末です。瞬着効果パテに入っている粉末と、似たようなもんです。入れる量が目分量になるのでちょっと、慣れが必要かもしれません。同様に、ガラスビーズもこの容器に入れて、保管しています。これは雪の表現で使っているやつで、直接振りかけてます。お次の容器は先端が針状になっているタイプ。ゴムキャップで蓋をするタイプです。針のついた蓋はネジ式になっています。この容器はラッカーパテを塗る際に、重宝しています。ロックパテを紙コップに取り、流動性と接着力強化のために、ラッカーシンナーで希釈。これを容器に注入します。こんな感じに細い線も引けるのでうっかりモールドを、パテで埋めてしまうリスクも低減されます。こいつの唯一の欠点はニードルの、目詰まり。どうしても先にパテが残って、詰まってしまうのでその度に、真鍮線を差し込んで貫通させています。お次はマスキングゾル。最近また緑のマスキングゾルが、出回っているようですが、欠品していた時に買ったマスコールが、5瓶もあるのでこれを使っています。液体を入れて蓋を、するだけ。ちょっとマスキングを、したいときはなかなか便利です。針先で塗膜を傷つけないようにだけ要注意。さて、いかがでしたか？私が使っている容器を、何種類か紹介してみました。また使えそうなものがあったら紹介したいと、思います。最近 Amazon 徘徊がはかどって、仕方ない。無限に時間を持ってかれるんだが、